それね止める、はい、すぐ出す。で、止まる。はい、ワンツー。そう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 。誰できたら誰でもいいからね。高さが違う、高さが違う。パスミスにはですね、大きく分けて2つの原因があります。1つはボールを扱う技術の問題。そしてもう1つが知識の問題です。でこのワンツーではね、パスミスを行うとどうしてもボールを蹴った選手の方にフォーカスしがちなんですけど、実際は、受け手の選手、サポートの選手の、ポジショニングに問題がある場合が多いので、そこを、解説していきたいなと思います。このですね、マーカーがですね、今ディフェンスの役割として置いていますので、このディフェンスと同じ高さに立つ。これをですね、まず基準として理解させる必要があります。ただワンツーをしようだと、多分これがね、立つ位置がバラバラになってしまって、ディフェンスの少し背中に入ってしまったりして、パスカットされることが多くなると思います。もちろん状況によっては立ち位置は変わるんですが、まずは、基本的な基準としてですね、このディフェンスと同じ高さに立つということを、理解させることが必要だと思います。出す、入って、ブロック、この後ろ通り。で、シュート。このこうすることによって、このディフェンスが、ごめん、針が入って。この選手がこのドリブルした選手についていこうとしたのを止める。この一瞬の間に後ろ通る。はい、入っていく。そう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 、オッケーオッケーね。おいナイス。はい、右合わせてね。預けて、はい、ブロック、はい、ヤマトはそこスピード。そう、そこ立て、はい。そうそうそう。ディフェンスの状況を見ながら、味方の2人のタイミングとか距離も見ながら、どれかを使って突破しましょう。どれやる？シュート！はい、パラレルキーパー。はい、シュートまで、シュートまで、シュートまで。はい、やってよ。ディフェンス取っていいよ、本気で。で、今のは違ったよ。シンジは何したかった？ワンツーしたかったでしょ？で、何したかった？パラレルしたかったよ。だから違ったから、もちろんパスミスになっちゃったね。はい、次の人入って。いいよいいよ。そういうミスがこの練習起きるから、それをやりながら少しずつなくしていきましょう。はい、どんどん行こう。前の人またすぐ入ってね。今と立つ位置がディフェンスの背中に入るからワンツーが通らない。いったワンツー成功。はい次。ディフェンスはもう本気で取っていいからね。いいよやっていいからね。もう一回行こうかもう一回。ケイタパスが弱い。そこのパスが弱いとケイタはどうなるんだっけ？受けた選手の考える時間とかね、プレーする時間与えてほしい。でもこうやることによってケイタの時間を使っちゃったらコーチの時間がもうなくなっちゃう。わかる？はい。はい、スタート。ケイ、ワンツー。はい、ナイス。はい、次。この人は何ワンツーなのかね。で、今は日向はブロックしたかったけど、ハリアはイメージ違ったよな。パラレラ。そうだよね。ね、やりたいことは違ったよね。じゃあそれを合わせていこう。はい、次。2人のタイミングとかね、狙いが変わるのはしょうがない。そういうミスが起きるのは分かってるから、そこは気にしないでいいよ。このシーンで注目してほしいのは右側の選手です。彼はまだうちに来て間もないんですけど、1年生ではあるんですが、もともとサッカーはしてきたので、ある程度ボールを止める蹴るの技術は持ってるかなと思います。ただですね、知識の部分っていうのがまだまだですね、覚える必要があるので、そこをですね、今から修正していきたいと思っております。それではまず実際映像を見てみましょう。それを合わせる今のやりたいことは違ったね。今はワンツーじゃなかったよ。流星が欲しかったの。流星どこに欲しかった？そうね、今さ、ここに欲しかったの。だけど、ここに対して出したよな。だから取られちゃった。ディフェンスがここに残ってんだったら、このスペースが空いてるの分かる。そしたらこっち出したパスの成功はしやすくなる。もう取られるね。OK？ だからそれをちょっと一回見ないと。もしかどうしか。はい、出してやってよ。こっち言わなくてやって初めていいから。言うた！ナイス！すごい。パラレラ。いいと。スローでちょっと見てみましょう。はい、まずはボールが入ってトラップをします。はい、ここですね。はい、ストップ。
はい、ここでですね、しっかり味方とディフェンスの位置を見ることができてますね。顔が上がってプレイできるようになったので、この場合はと走り抜ける選手のパラレラですね、狙いがしっかり理解した上でパスを選択することができ、見事なパラレラが成功しました。やはりですね、低学年でもこういった知識を早めに身につけることは大事かなと思います。はい、違ったね。まあいいよ。そういうミスが起きるのは大丈夫、大丈夫。いいよ、いいよ、大丈夫よ、大丈夫よ。そこは気にしなくていいよ。これどうする？なあ、大きは今どうしたか、どれをしたかったの？ないよな、イメージが。だからどれもできない。どれかまずやろうって、3つあるどれか選んで。いいよ、はい、スタート。グッド。素晴らしいね。いいプレー出てるから、じゃあ見とっての待ってる人も。はい、グッド。パラレラの成功率はいいけど、それ以外のプレーがいまいちだね。あとブロックなんか誰もやってないやん。3つを使い分けてって言う。で、これに対して縦を切ってたら、もちろんこれパラレラが成功する。そうだよね。そしたらワンツーする方が絶対いいし、もちろん試合だとドリブルに行くこともあるよね。で、逆にこっち側にちょっと寄ってるんだったら、これワンツーしづらかったら、この時は何を使ったらいい？そう、パラレラ使ってるよな。じゃあここは分かるよね。じゃあブロックどうしようかって時だけど、ブロックはどっちかっていうとこっちの選手がもうちょっと積極的にさ、中にドリブル入っていく。そしたらブロックできる、ブロックできる。成功するよね。はい、オッケー。でも出ちゃったらこれ相手ボールです。はい、次。今な、パラレラパラね。先に決めないぞ。ナイスブロック、オッケー。成功、初の成功。はい、次。違ったイメージ違ったね。いいよいいよ、そういうミスは全然大丈夫、大丈夫。何かやろうとして合わないっていうのは全然問題ないよ。ナイス。いいよいいよ、今やろうこと変えたらすごいよかったよ。それができると一番いいね。はい、グッドナイス。オッケー、ナイスナイス。いい狙ってるぞ。グッドナイス、素晴らしい。もう一個前を出したけどね。いいよいいよ。弱いけど、うわナイス。弱いけど、うわナイス。